にちは。今日は、気温がだいたい0度ぐらい、行動着と、休憩の時に着るもの、そういったものをちょっと紹介できればなと思います。この前ちょっと水垣山に行ってきたんですけども、なんと、SD カードがなんか壊れてたのか、撮った動画がほとんど映ってなかったです。なんで、今回は急遽、その時に着ていたウェア、気温がだいたい水垣山、駐車場着いた時がマイナス3度ぐらいで、登山中最初の方は0度ぐらいとかマイナス 1度とかの気温でした。その時着ていたウェアでちょうどいい具合のウェアリングを紹介しようと思います。これちょっと個人のあれにもよるんですけど、僕の場合はこういうものを着てたよっていうものを紹介しようと思うので、ぜひお付き合いよろしくお願いします。では行ってみましょう。はい、じゃあまずはもう最初から着ていたものをちょっと紹介しようと思います。で、駐車場から着ていたものっていうのがマイナス3度ぐらいだったのと、あともうすぐ準備運動して、出発するっていうのもあったので、行動しても暑くならないような、暑くなりすぎないようなウェアを着て登りました。こちら、いつも着てるんですけども、今年買ってすごい大活躍していた OMM コアベストですね。これはもう本当夏もそうだし、今秋になってもう冬になるんですけど、これは毎回着ていってるものになります。寒い山だと体の芯の部分を冷やさないのが一番大事だと思ってて、これあればもうこう着て体のここの中心部分すごい、温まるし、汗もかいてもすごい冷たくないっていうか、もうすぐ外に汗を出してくれるので、冬山で汗かくのも良くないんですけど、これ着てると安心感がありますね。で、これが素材がプリマロフトアクティブっていう素材を使っていて、通気性はあるんですけど、上に何か羽織ってしまえば、風を通さないものとかを羽織ってしまえばすごい保温力のあるものとなるので、ぜひおすすめです。でも結構欠品しちゃってて、でなかなか買えないんですけど、もし見かけたら買ってみてください。で、これの T シャツタイプ、ベストが苦手だよって方は袖のあるタイプも出てるので、そちら着てもいいかもしれません。僕もちょっと T シャツバージョンもちょっと欲しいなと思ってて、来年もし出るなら買おうかなと思います。今の OMM の上に着ていたロング T シャツになります。こちらスタティックのもので、こちら名前が、オールエベレーションウールが、52% でポリが 42% 入った、素材で作られた、ロング T シャツになります。で、このロング T シャツのいいところは、ウールってところで、匂いがあんま出ないのと、汗かいてもひんやりしにくい。で、あとポリが入ってることで、速乾性も多少あって強度もあるっていうので、もうこれ1年以上着てるんですけど、ちょっと背中の部分はちょっと毛玉になってきちゃってるんですけど、全然破れるようなこともなく、あと肌触りもすごい良くて、すごい気に入ってますこれ。はい。ロング着るときはもうこれしか着てないって感じですね。真冬でも結構これ僕着てます。ちょっとお値段はするんですけど、じゃあいいですよ。はい。はい、では次に紹介するのがまたスタティックになるんですけど、スタティックさんの、アドリフトベストロンティーベストで重ねて歩いてたという感じになります。で、このベストはオクタっていう素材を使っていて、アクティブインサレーションの一つになります。なんで行動中に、うまく汗も放出してくれて、保温もしてくれるっていう、いわゆる最高の素材でできてます。でもうほんと生地がね、これも生地がまた薄いんですよ。後ろ透けるぐらい生地薄くて、で胸のとこにポッケ、簡単なポッケが一つ。ほんとこれもシンプルで、薄くて、で裏側もすごい起毛してる感じですね。ピント合ってるかな。はい。
すごいあったかいし、行動中に全然蒸れないですね、これ着てても。これも去年のモデルかな。なんで今年はここの胸部分にジップとかついてる、縦型のジップがついてたかなっていう風なものになってるので、これから買う人は、そっちになると思うんですけど、このベストもおすすめで、ベストロンティーベストっていう、ベストオンベストみたいな。で僕の場合は結構、体の中心部だけ温めていれば、あったかければ結構全体的にあったかいんで、袖の部分はある程度直接の風から守ってくれる素材、素材っていうか、何かがここにあればいいかなって1枚感じで、ほんと体の中心部だけ温まれば、全然行動中は気にならないっていうか、結構寒くても全然いけちゃいますね。ちょっとそれは個人によってちょっと違うと思うんですけど、僕の場合はそれで結構寒くてもいっちゃってます。はい。次はもうパンツになります。このパンツ、フーディニーの、ワジパンツになります。これも結構薄手の生地で、春から秋、冬の初めぐらいまでは雪なければ全然これで僕は行っちゃってます。でこれのいいところはやっぱり一番は肌離れがすごいいいってところですね。このパンツ本当に暑い時期、春とかの暑い時期に結構着てたんですけど、汗かいても肌にくっつかないんで不快感が全然ないです。歩いてても。去年かな一昨年かな、ちょっと山で試しに黒のスポーツっぽくない、ジャガードパンツみたいなやつ履いてったんですけど、で伸縮性もあって山でもいけんじゃないって思って履いてったんですけど、汗かいたらもう足のふくらはぎとか太ももに結構ペタペタくっついちゃってめちゃくちゃ不快で、マジ着替えたくなったぐらいすごい嫌だったんで、肌離れはすごい大事で、冬でも同じで、汗かくことももしかしたらあるんで、0度とかでももしかしたらっていうか、もう0度でも全然ガンガン歩いてたら汗かくんで、肌離れ重視して選んでます。ほんと寒かったらこの下に、タイツ履いてもいいしって感じで、これ1枚あればもう3シーズンプラスちょっと冬の雪のない時期全然いけますね。多分もうタイツを何にするかとかで全然変えられるんで、これ1枚持っとけば街も行けるし山も行けるし、どこにでも行けちゃうって感じです。だから旅行とかの時もこれ1枚あれば全然大丈夫です。ただ、こけたりして泥ついたらもう街で着るのちょっと恥ずかしいなって感じなんですけど、おすすめのパンツです。なんでこれ今日も履いてるんですけど、ベージュっぽいベージュのものを買って今2枚持ってるって感じになります。はい。普段も履いてますこれは。はい、おすすめです。でこれ紐なんですよね。ここのウエスト部分が紐でできてて、ほんとジップで履くタイプになってます。で裾はゴムがついてるんでゴムで絞れるタイプになるので、足さばきも結構ワシャワシャしなくてすごいいいです。本当山にもいい、街にもいい、最高。はい、じゃあ次は、ソックス。ソックスは、いつも履いてるハイカートラッシュのソックスになります。これはもう普通にウールであったかいのと、耐久性もあるので、あとデザイン結構好きなんで僕はこれを好んで履いてます。夏はショートバージョン履いたりしてました。秋冬はもうとか夏のアルプスとかちょっとこっち履いてったりしてたんですけど、すごいいいソックスになるのでおすすめです。はい、次に着用してたのが手袋です。こちら、はい、ウールの手袋になります。こちらブランドがエクストリミティーズっていうブランドの、手袋になります。こちら確かイギリスのブランドかな。はい、これワイルドワンとかに普通に売ってるブランドで、もうすごい安くて頑丈ですね。これもう3シーズンぐらい結構つけてるんですけど、若干指先が薄くなってきたかなって感じなんですけど、全然まだ穴開くことなく使えてる。スマホタッチ機能もついてるので指先に、はい、おすすめです。まだ0度付近とか5度8度ぐらいだったんですけど、
まあずっとはつけてなかったんですけど、これ冬はずっとつけっぱにしてても、まあ、気にならないぐらいつけ心地もいいし、はい、あったかいグローブになるので、これおすすめです。はい、続いてはこの帽子ですね。これはいつもかぶってる帽子なんで、パラパックの帽子、めちゃくちゃ軽い帽子です。頭の部分がメッシュになってるものと、まあそうでないものがあるんですけど、まあ両方持ってるんですけど、まだ0度とかだったらメッシュで僕はいっちゃいます。全然ニット帽とかでもいいんですけど、まあ暑くなりすぎちゃうんで、まああと眩しかったりすると、まあキャップはかぶっていく感じですね。で、これのキャップのいいところは前で絞れるんで、かぶった時前で絞って、結構風の時は上向くんですけど、風でビョン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 って上向くんですけど、まあ、飛ばないですね。きちんと締めてれば飛びにくいような気がします。あと軽いんでおすすめです。あとめちゃくちゃコンパクトになるっていうのもあるんですけど、全然畳んだこと一回もないです。持ち運ぶぐらいだったらもうかぶっちゃってるんで。ネックゲーターですね。首につけるゲーターです。つけて歩いてました。で、まあ大体寒かったら首がつくところを温めればいいかなって思うんで、これは首温める。手袋で手首を温める。足首は靴下でまあ温まる。で、首はこんなネックゲーターつけて歩いてました。これもずっと薄いんで、そうっすね、行動中にまあこうやってつけて歩いてました。で、寒くなったらもっと上上げてこうやってつけてもいいし、耳もまあ隠せるんで、まあ、最悪こんな感じでつけてもいいんじゃないかなって思ってます。まあでも基本前回行った時はもうずっとこうやって首につけて、歩いてました。まあ外すことはなかったですね。外さなくても別に寒すぎるってこともなかったんで、これずっとつけて歩いてました。はい。靴ですね。靴はビボベアフットのマグナフォレスト ESC になります。はい、これは買ったばっかで、試し履きも含めて今回履いていきました。まあ、見た目暖かそうでしょう。はい。これレザーででできてて、ここがウールかな。ウール素材でできてて、ちょっとソックスみたいになってるんで、まあウールソックス履いてるし、ここにもウールあるし、まあ、足首も全然暖かくて、まあ冬雪深くなかったら全然これでもいい感じですね。雪のハイキングとか、まあ冬の登山とか、まあ夏でもいいし、まあすごい履きやすかったです。ソールも結構ちょっと汚いんですけど、溝深いんで全然滑らなかったし、はい、岩場でも岩濡れてたんですけど、グリップ力も結構あって良かったです。一応ソールこれ、タイヤのミシュランのソールになってます。すごい、はい、歩きやすかったです。で、ビボの特徴としては、まあ、地面をすごい地面を感じられるってところで、ソールめちゃくちゃ柔らかいです。こんなめちゃくちゃ曲がります。普段もトレランシューズとかビボの靴とか、まあ、アルトラ僕履いてるんで、まあ、違和感なく全然これも履ける感じですね。見た目がね、やっぱちょっとかっこいいですね。街で履いてても別に違和感ないと思います。これは登山靴っぽくない、いいです。おすすめです。で、一通り今、駐車場からもうずっと着ていたものを紹介しました。で、あとは身につけていたもの、まあ小物ですかね、を紹介しようと思います。まあ、サングラスで、こちらが、オンブラッツのサングラスになります。で、まあ、これは変光レンズが入ってるサングラスで、全部紐になってるんですよね。ここが周り全部紐、結構首からぶら下げたりとかして持ち運べたりするし、まあ、結構踏んでも壊れない、結構バッグの中に思いっきり詰め込んだ時も全然壊れなくて、まあ、頑丈なサングラスです。で、変光レンズなんで結構湖とか水の中とか結構よく見えるんですよね。反射を抑えていいですよ。もう川の中見たい時とか、綺麗な川の中に魚がいるとかも結構見えるんで、はい、山とか、まあ、沢沿いとか登る時とかも結構いいし、まあ単純にサングラスとしての機能もすごいいいのでおすすめです。サングラスかけるとまあこんな感じになりますね。
ブラブラするんですけど、別にそう動かないしな。でサングラスかけると、こんな感じ。すぐかけれるんでいいです。で、こう激しい縦横の動きしても結構もう全然ずれない。引っかかってたるんだませてるんですけど、この角度で。でも全然ブレないんで、すごいいいです。アクティビティやるとき、スキーとかスノーボードとか、何があるんだろうわかんないけど、はい。激しい動きのスポーツとかの時もすごいいいです。あとメガネ、単純にここについてて、下ろして単純になくならない、もうずっと首についてるんでなくすことはほぼないかなって思います。僕はもうずっとつけっぱなしでいますね、山ではここに。なのでなくすことはないです。おすすめです。で、あとは休憩中何着たかっていうと、休憩中は河川のジャケットですね。エンライトエクイプメントのジャケットになります。これめちゃめちゃ軽くて、めちゃくちゃ暖かいんで、もう冬、秋とか、冬とかも絶対バッグには入れていってます。何があるかわからないんで、こいつ持ってってます。河川なんで行動中に着ても特にダウンみたいにへたらないんで、すごいいいです。で、去年ちょっと大寒波来た時にちょっと硫黄岳行って、もう駐車場の時点でマイナス20度とかだったんで、めちゃくちゃ寒かったんで、これ着て行動したんですけど、めちゃくちゃちょうど良かった。行動中は寒すぎず暑すぎず、ちょうどいい感じで保温してくれたんで、冬行動着にも使えるんで、河川はおすすめですね。今ちょっとダウンちょっと手放しちゃって、今ちょっと持ってないんで、ダウンは買おうか迷ってるんですけど、しばらく一旦これで行こうと思ってます。冬はまた別の持ち物もフリースとかもまた変わってくるんで、それをまた今度紹介できればと思います。ちなみにこれ海外で自分で個人オーダーすると、中の色と外の色、素材も若干変えられたりするんで、今年はもう頼んだら 2,3 ヶ月来ないっぽいんで、来年とか買う人いたら、海外から個人輸入しても、いいんじゃないかなと思います。これは普通に売ってるカラーになります。で、ちなみにこれフルジップのタイプなんですけど、プルオーバータイプもあるので、そっちの方がお腹周りの保温性っていうか、保温性は結構高くなりそうなんで、僕はでもプルオーバーよりこのフルジップタイプの方が好きで、かぶって着るのめんどくさって思っちゃうんで、もう前ガバッて開けて着るタイプのものにしています。で、自分が春から秋、冬もですけど、大体バッグに忍ばせてるもの、本当真冬以外バッグに忍ばせてるものが、レインウェア系になります。で、今回持っていったものが、いつも入れてるんですけど、この OMM のエイロスモックになります。これはめちゃくちゃ軽くて、で、あと耐水性と、糖質性もあるので、汗も抜けてくれる、蒸れも少なくしてくれるアイテムです。で、これ丸めたらこのぐらいめちゃくちゃコンパクトになるので、バッグに入れててもそんな邪魔にならない。雨に濡れないためにも絶対レインウェアは持っていった方がいいです。で、あと足元は今回これですね、レインウェアの下ですね。下は今回これ持っていってます。これ何なのかっていうと、これレインスカートになります。で、なんで今回レインスカートを持ってったかっていうと、そんなもうずっと森の中で、頂上ぐらいですかね、水脇山は頂上ぐらいが木がなくて風が強い場所なんで、ほとんどなんで、そんな雨降ってもめちゃくちゃ派手なんですけど、これレインスカートで、これで、雨降ってきたらある感じです。で、上にこれ着て歩けば、体を濡らすことはないので、おすすめです。これめちゃくちゃ軽いセットですね。こっちが 100g 切る 95g ぐらいで、こっちのレインスカートが大体 85g ぐらいなんで、両方でセットで 200g 切る、気にならない重さなんで、いつもバッグに忍ばせてますね。
まあ、真冬はもっとハードシェルちゃんと持ってくんでこれ持ってかないんですけども、はい、もう3シーズンプラスアルファで結構活躍するアイテムになっています。今回、冬の行動着とか、まあ、休憩の時に着るものとか小物をちょっと紹介したんですけども、いかがだったでしょうか。はい、またこういう機会があったらちょっと紹介しようと思うので、はい、またその時はぜひ見てください。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の山で、そうだ、これ妻の方も一緒に行ってたんで、妻の方のウェアも持ち物紹介できたらって思うので、その時はまた見てください。本日もご視聴ありがとうございました。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。